こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は夏を代表するお野菜。こちら、無限に箸が止まらないゴーヤのピリ辛ごま炒めをご紹介いたします。ゴーヤといえば苦味が特徴的ですよね。その苦味こそが素晴らしい健康効果があるんです。そのあたりも詳しくご紹介してまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。ゴーヤの栄養についてご紹介します。ゴーヤといえば特徴的な苦味。これはモモルデシンといって20種類のアミノ酸と数種類のサポニンから成り立っている成分なんですね。モモルデシンは胃腸を刺激して消化液の分泌を促してくれるので、お食事の消化吸収を助ける効果があることから夏バテ予防にも役立つと言われています。そしてモモルデシンには血圧や血糖値を下げる効果もあります。これとっても嬉しい効果ですよね。さらに肝機能を高める効果もあります。ビールのおつまみにもゴーヤを使ったお料理おすすめです。さらにビタミン C やカリウム、食物繊維も多く含まれているので、今お話しした効果の相乗効果にも役立ちます。これからご紹介するお料理、たっぷり作り置きをしておくと便利です。そしてお弁当のおかずにもおすすめです。それでは作っていきましょう。ゴーヤのピリ辛ごま炒め、材料はこちらになります。まず、ゴーヤ1本使います。そして調味料、お醤油、みりん、そして甜菜糖、ピリ辛にする唐辛子です。これはお好みでご用意ください。そして鰹節、すりごまになります。食感を楽しむには粒ごまおすすめなんですけれども、ごまの栄養をしっかり吸収したければ、すりごまご用意ください。はい、ゴーヤを切っていきます。ゴーヤの種と綿を取っていきます。で、綿はですね、あまり必要に取らなくても少し残しておいても大丈夫です。綿の部分にも栄養素しっかり含まれていますのでね、多少の綿は全然気にしなくて大丈夫です。ゴーヤを切っていきます。今回は薄めに切りたいと思います。薄めに切るということは、その分加熱時間が短くて済みます。そうすると適度にシャキシャキっとしたゴーヤのフレッシュ感、歯ごたえも残すことができます。こんな感じ、1ミリぐらいの厚さに切っていきます。ゴーヤを薄切りにいたしました。ゴーヤの苦味なんですけれども、血圧や血糖値を下げるのに役立つ有効成分というお話をいたしました。せっかくのね、有効成分、ビタミン C も含めてお水に流されやすいので、お水にさらしてしまったり、これを茹でてしまったりすると栄養の損失がもったいないので、ぜひこのまま使ってください。調味料の方でしっかりとした味付けをしていきますので、ゴーヤの苦味も多少和らぐと思います。ちなみにゴーヤってこんなに色鮮やかなグリーンなんですけれども、緑黄色野菜ではなく単色野菜なんですよ。この違いというのはベータカロテンの量で決められているそうです。火加減中火にします。分量外ですけれども、ごま油大さじ1杯半ぐらい、結構多めにね入れていきます。ごま油に鷹の爪を入れて油に辛みを移していきます。この鷹の爪の辛みというのはカプサイシンといって脂溶性なんですね。なのでね、こう油と一緒に合わせてあげると油にどんどん溶け出してきます。ゴーヤを加えて炒めていきます。ゴーヤは今回薄めに切っていますので、短時間でさっと仕上げてみたいと思います。ゴーヤの苦味も多少炒めることによって少し和らぎますのでね、ぜひお水にさらさずにこのまま使ってください。ゴーヤに油が回りました。そしたら調味料を加えていきますね。本当ならもうちょっと炒めたいような気がするんですけれども、もうこの段階で調味料を入れていきます。お醤油です。みりんが入ります。甜菜糖です。
この苦味はね、少し甜菜糖などの甘みで、またさらに和らぎます。苦味が苦手だったら少し甘み強めに仕上げてみるといいと思います。はい、調味料絡みました。すりごまが入ります。結構たっぷりですね。はい、旨味の鰹節です。あとはもうさっと全体を混ぜるだけです。まだゴーヤに張りがあるような感じですけれども、このぐらいの感じでもう火を止めます。ゴーヤが完全にしんなりする前に火を止めてしまうのがポイントです。くったりする前に仕上げてしまう方がゴーヤの歯ごたえもしっかり味わっていただけると思います。ゴーヤのピリ辛ごま炒め完成しました。ゴーヤのピリ辛ごま炒め、お味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。まだゴーヤに張りが残っています。いただきます。音が聞こえたかと思うんですけれども、シャキシャキっとした食感がまだ生きていて、でもやっぱり加熱をしているので、だいぶ青臭みも和らいで、またごまの風味がぐっとゴーヤを美味しくさせています。これはね、ご飯のおかずにも本当にいいと思います。たっぷり作り置きしてお弁当のおかずにしてもいいと思います。これ本当に箸が止まらないお味に仕上がっています。ゴーヤ好きはもちろん、ゴーヤの苦味がちょっと苦手という方も、ぜひお水にさらさずに、この味付け、そしてこの調理法で作ってみてください。本当に美味しいです。ビールのおつまみにもおすすめです。ぜひお試しください。今回はゴーヤを使った無限に食べられる一品をご紹介いたしました。ゴーヤのモモルデシン、素晴らしい効果がありますよね。これからの季節、自律神経の乱れや食欲不振なども起こりやすい時期になりますけれども、ぜひゴーヤを活用して健康に乗り切ってください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。